今令和7年、8年、ちょっとわかんないんですけど、この令和の時代に未だに自分のことを俺って言ってる人、意識低すぎて笑っちゃうし、なんなら引くまであるなと。いい年した大人が自分のことを喋るときに俺さーって言ってるのを見ると、うわ、この人まだそこなんだって思うし、なんかそういう人って妙に偉そうで、なんかすごい自意識の強さを感じるんですよね。多分話してる本人はこう貫禄とかそういうものを出してるつもりなんだろうけど、傍から見ると本当に乱暴で自己主張が強いだけにしか見えないんですよね。で、ガクトって自分のことをずっと僕って言ってますよね。これって結構象徴的だなって思うんですね。なんか昔は自分のことを俺って言ってたらしくて、でもそれをそういうふうに言ってる自分を振り返った時に品がないなって思ったらしいんですよ。でそれ以降僕って言うようになったらしいんですけど、なんかそれすごいわかるなと思って、結局一人称って、自分のことをどう言うかってその人の美意識が出るんですよ。どんなに見た目に気を使ったって高い服着たって口を開いた時に自然と出る言葉が俺だったら、自然と俺って言ってたら、もう一気にやぼったくなって全部台無しにするんですよね。そもそも俺っていう言葉って響きが強すぎますよね。なんかオラつきたい、上に立ちたい、そういうニュアンスがすごい出て、そういう言葉を使ってる人ってもう基本的に自分のことしか考えてないんですよね。自分をどう通すか、それしか考えてない。で一方で僕って一歩引いてますよね。一歩引いて相手との距離感をちゃんと保ってる。だから僕って話してる人の話を聞いてる側は不快感ないんですよね。これって言葉の由来から考えてもそうで、僕って下僕の僕ですよね。だからもうへりくだってるんですよ。で俺は己から来てますよね。己が俺になってますよね。で己って聞いてどうですか？物騒ですよね。だから俺って言ってる人ってもうずっとその物騒な感じを相手に印象として与えてて、もう威圧感をずっと与えてるんですよ。うん。僕ずっとガクト好きで CD もこれガクトのバンドの時の一番最初の CD ですね。でこっちはガクトがソロになって初めて出した CD ですね。この CD もずっと持ってるし、これムーンチャイルドって言って映画ですね、ガクトが撮った。これも撮ったっていうかガクトが書いたのか、脚本を。これもずっと持ってるし、これですよね。これ自白っていうガクトの自伝なんですけど、これは高校生の時に買ってずっと持ってますね。そうやってずっと、今も YouTube とか Twitter とかでガクトのありがたいお言葉を見たり読んだりし
してるんですけど、そうやってガクトをずっと見てきて思うのは、あの人って単にかっこいいだけじゃないんですよ。自分をどう見せるかっていうことにすごいこだわってて、だから言葉選びの一つまで、そこまで気を使ってるんですよ。だからもう、普通の、なんて言うんだろう。もう、俺、俺とか言ってる人なんかと、もう意識のレベルが違うんですよね。それに、あの人が言ってたことで間違ってたことって、過去に一つもないんですよ。だから、もうこれから僕は自分のことを僕って言います。で、ちなみに、僕っていう読み方であって、僕っていうのは違うんですよ。ガクトは自分のことを指すその僕を僕っていうことはないですね。仮に文の中であっても絶対に僕って言ってます。上がって下がる。僕。はい。これ大事です。